一斉、一斉。はい、読みましょう。この読み方も大事。確か N2 だったと思います。これね。よくじゃないけども、しっかり覚えてください。合図。合図の音で、選手たちが一斉に走り出した。はい。2番。買った漫画が、はい。面白すぎて、面白いです。この漢字ですね。面白すぎて。1? じゃない。一晩で一斉に10巻読んでしまった。うん。はい。読み方 N3 です。覚えましょう。はい。一斉の意味はこれです。一斉。みんながです。みんなが同時に同じ時に一緒にすること。みんなが一緒にします。はい、皆さん行きましょう。皆さんで一緒にします。それです。一斉、漢字だとこれです。ですが、この一斉も漢字は難しいですね。N2 には出ないと思います。はい。読み方は覚えておくといいです。はい。一斉。はい。ですから答えは、そう、1番ですね。1番。はい。選手たちがですからね。選手です。はい。スポーツの選手です。合図の音で、合図は、ピー。はい、皆さん、スタートです。ピー、バーン。これでもいいです。はい。合図の音で、選手がみんな、うわー、走り始めます。走り出した。これです。はい。走り出した。これですね。はい。皆さん、始めます。じゃあ、始めますので、皆さん、スタートのラインに立ってください。はい、じゃあ始めますよ。3、2、1、ピー、バー、うわー、走ります。バーンは合図です。合図。みんな走ってきますね。ドドドドド。みんなが同じにの意味ですよ。一斉にドワー。はい。ですから、には一斉じゃなくて一気にを使いましょう。これも大事ですね。すごく大事な語彙です。これ。はい。N2 です。N2。漫画が面白すぎたんですね。この漫画、面白い。どうしてこんなに面白い。もっと早く読めばよかった、ね。早く買えばよかったのに。うわ、面白い。止まらない。どんどん読みたい。次も。次も。一日、夜寝ないで、もう一日中、夜ずっと読んでた。もう気がついたら朝だ。もう10読んじゃった。漫画10読んでしまった。これです。10巻。巻って言います。巻。漫画は1巻、2巻、3巻、4巻、5巻と言います。はい。ワンピースとかね、ドラえもんとか、ナルトとか、全部そうですよ。ナルト1巻、ドラゴンボール10巻とか言います。はい。巻です。1冊、2冊じゃないです。はい。ナルト、ドラゴンボールも話長いですね。ワンピースも話長いですね。はい。何巻まであるか、私、意味よくわからないけど、そう、10巻まであります。20巻まであります。100巻まであります。それです。もう、面白いから止まらないでずっと、おー、面白い、面白い。これです。一気に。はい。ですから、漫画じゃなくてもいいんですよ。本でもいいんですよ。本が。うわ、この話面白い。例えば、人気なのは村上春樹とかね。春樹村上。外国でも有名ですね。うわ、面白いな、これ。うわ、止まらないなってね。ずーっと。だからもう本がとても熱いのに、夜全部読んでしまいました。それ一気にです。はい。一気には漢字を覚えましょう。
ね、漢字は簡単ですね。一と気持ちの気です。一気に。でした。はい。じゃあ次。次、最後です。はい。漢字です。これ、どうですか？漢字の読み方、まずわかりますか？覚えましょう。N2 です。これは、この漢字は見たことありますね、きっとね。待つとか末って言いますね。はい。文法でも何々の末って言いますね。最後にの意味でしたね。これね。これ読み方は、そまつ、そまつです。そまつ。はい。じゃあ行きます。1。女の子が大きな口を開けて笑うのは粗末だからやめなさいと子供の頃母によく注意された。うん、これが OK?2 番、泊まったホテルは部屋もきれいとは言えないし、朝食も粗末なものだった。うん、はい。粗末。はい。粗末の意味は、これです。粗末はまずな形容詞ですね。そして、粗末、大きく2つ意味があって、皆さんは1の方をまず覚えましょう。品質、品質、クオリティです。英語のクオリティ。品質が良くないことです。ああ。はい。これなんですね、英語ね。ね。全然意味違うと思ったかもしれません。まず1番の意味がどちらか、1か2、どちらでしょう？ 1 と2、どっちがあったら品質が良くない？クオリティが悪い？はい、そうです。2ですね。2です。2を使います。泊まったホテルは、部屋も綺麗とは言えない。ここは綺麗じゃないです。その意味です。ああ、綺麗ですね。ということはできない。意味は汚いです。その意味です。部屋汚いし、朝食、ホテルのね、朝ごはんですね。ホテルの朝ごはんも、そんなにいいものじゃなかった。豪華、反対は豪華ですね。とてもすごいいろんなご飯が出ますね。じゃなくて、もうご飯と味噌汁だけです。あとちょっと納豆もありました。これだけ少ない。粗末なものです。良くないです。その意味です。はい。粗末は、ちょっと使い方難しいかもしれないですね。粗末使うときは、品質が良くないだから、物に使ってください。粗末なものとか、粗末な家もよく使います。それは、あまりお金がないとか、貧乏だ、綺麗じゃない、その意味です。はい。粗末、粗末。ですから意味は本当に悪い意味です。ネガティブな意味です。粗末なもの、良くないものってことです。はい。そして日本人は2の方もよく使います。2が N2 に出るかちょっとわからないんですけど、あまり本に書いてないので、ですが2よく使うから紹介します。2、食べ物を粗末にしないことってよく言うんです。食べ物を大切に、すいません、食べ物を大切にしないことです。粗末というのは、これ食べ物を大切にしないことです。だから、よくお父さんお母さんが子供に言います。子供がご飯を全部食べなかった。もうお腹いっぱいだよ。ご飯いらない。もう半分でいい。半分残しました。そのまま。ゴミにします。お母さんたち見て、ちょっとダメでしょ？食べ物を粗末にしてはいけません。米を作るのは大変なんですよ。捨てませんよ。食べなさい。食べ物を粗末にするのはダメです。よくないです。その言い方です。だから大切にしないことです。これは本当によく使います。多分ドラマとかアニメとか見ていると使っているところがあると思いますので、皆さんもぜひ
聞いたら、みんなも使ってみてください。はい、粗末にしない。はい、食べ物だけじゃなくてもいいんです。物でもいいんですよ。何でもね、いろんなものをすぐ捨てない。それです。はい。粗末にしてはいけません。物を粗末にしてはいけません。何でも大切です。大切に使ってください。使わなければいけないです。その意味です。はい。でした。そして、1番ですね。これ、女の子が大きな口を開けて笑う。あははは。それは、粗末、この意味じゃなくて、品がないとか、下品です。汚いから。その意味。やめなさい。と、子供のね、時、お母さんがよく注意しました。それです。はい。品がないと言います。とか、反対は品がいいですね。上品とかね。話し方が上品ですね。笑い方が上品ですね。口を大きく開けない。はい。上品ですね。と言います。はい。これは日本だけなのかもしれないですね。わからないですけど、女の子でね、あーって口を大きく開けてはいけないと。私は小さい時、よく母から言われました。はい。あーってね、そう。はい。これです。はい。でした。品がないもね、下品も、この辺も N2 の言葉ですので、ぜひ一緒に覚えましょう。はい。私教えています。読解です。リーディングです。困っている人、もしいたら、ぜひ私のビデオレッスンを使ってください。はい。このビデオレッスン前からありまして、とても人気です。皆さんが見て、で、実際にこれを見て合格できたという人が多いです。たくさんメールをもらってます。はい。ですので、一人でね、困ってる人、N2 読解難しいですから、N3 の時とは違いますからね。とても難しくなってます。だから一人でわーなんかできないなどうしようと困ってる人はぜひまずこのビデオレッスン使ってください。このビデオレッスンは YouTube で見ることができません。できません。はい。私のオンラインレッスンだけで見ることができるものです。はい。ですのでコースに入ってください。3つあります。ビデオレッスンは大きく3つあります。中文、長文、短文あります。ぜひまず中文から入るのがいいかもしれないですね。ここだと中文をどうやって読めばいいかということを教えてます。そして合格するためにどういう勉強をすればいいですかということも話してます。はい、1時間。はい、このビデオの中ではその合格の方法、テストまで何の勉強すればいいですかと、テストの時間、本当の試験の時にどうやってやると合格しやすくなりますよというのを話しています。はい、だから、試験までもうあと1ヶ月とちょっと時間ですね。まだ時間あります。はい。で、それまでの時間をどうやって練習をするか、何の練習するか、それであなたが合格するかダメか決まります。今の時間はとても大事です。きっと皆さん練習してます。だけど勉強の方法が違うと無理です。合格しません。はい。残念ですが、そんなに簡単な試験ではないです。はい。ですので、どうすれば、何をすれば、この残りの時間、テストまでの時間、何を準備すればいいか、何の練習たくさんしておくといいのかというのを知る必要あります。一人でやってる人はそれが分かってないです。はい。ですのでぜひねまずこの最初のこの中文のコースがいいと思います。ここでそれを知ることできますからこれまず見てでこの中でも練習してそして自分の持っている本でも練習します。もちろんです。こうやってこの本は使えばいいんですねと分かります。だからぜひこれまず見てみてください。おすすめです。で、よく皆さんは中文からまず入って次に長文に入りますね。そして最後短文に入るという人多いです。で私もそれがいいと思ってます。はい、やっぱり中文もねN3 の時と全然違いますね。難しくなっていますからわからない
ということ多いと思います。だからこれ見ると、中文もこうやってやるといいんだって分かりますよ。ぜひぜひ見てみてください。皆さんの勉強の助けになるはずです。でビデオレッスンは本当にいいところがたくさんあります。特に3つ。1つはいつでも見られます。皆さん時間いい時。そして何回でも見られます。リピートできます。ビデオですから自分で戻して見れますね。そして、本を買わなくていいんです。このビデオレッスン私のコースで練習問題します。でその問題は皆さんに PDF で見せますから、本を買わなくていいです。はい。ですのでまずあまり心配しすぎないで、中文のやり方これに入るのがきっといいと思います。ぜひね使ってください。そして N1 のコースも同じようにあります。ビデオレッスン、中文、長文、短文ありますので、ここもやっぱり中文のところで合格の方法を説明してます。1時間しっかり説明してますから、まずここから入ってほしいです。はい。そしてですね、実は私 Zoom の授業もしてます。Zoom を使って、皆さんと勉強してます。Zoom 知ってますね。Zoom は YouTube とは違います。皆さんとその時間に「こんにちは、元気ですか?」と話しながら勉強するです。それですね、ビジネス日本語というコースがあります。はい、今 N2 を勉強している人は十分入ることできます。レベルがちょうどいいと思いますので、もしよかったら来てください。毎週日曜日の19時からしています。日本時間です。はい。これは敬語、会社での敬語、話し方とメール、ビジネスメールの書き方を勉強しています。毎週します。この2つですね、もちろん敬語知ること大事ですし、メールの書き方知ること大事だし、あともう一個、日本人の考え方、文化、そういうの、これ分からないと敬語も上手に使えないんですね。日本人はこうやって考えるから、ここでこの日本語を使うんだ、この言い方しないと私の話したことはとても良くない、なんかあなた外国人だねって思われてしまう。私敬語正しく使ったのにどうしてなんかすごく嫌な顔してるとなっちゃうんですね。コミュニケーションがうまくいかないですので、そういう日本人の考え方、皆さんの国の人とやっぱり違います。特にビジネスでの仕事の考え方は本当に日本はユニークです。独特です。はい。ですのでそういうこともしっかり勉強できますので、とても面白いし興味深いと思います。本当に。ですのでぜひね来てみてください。こういうこと勉強できるところ少ないはずですので、ね、待ってます。じゃあ今のビデオレッスンとか、すいません、ズームレッスンですね。ズームレッスンとかビデオレッスン、リーディングのビデオレッスン、読解のビデオレッスン入りたいなという人、ぜひここから申し込んでください。mosh.jp というところから申し込みができます。このリンクは今日のビデオの下ディスクリプションに書いてありますので、そこをクリックで、ホームページにジャンプ、そして申し込みしてください。はい、待ってます。じゃあこういう連絡を私の Twitter からもしています。はい、Learning Japanese @ 日本語クラスです。ぜひフォローしてください。いろんな情報を皆さんに出していますので、ぜひ Twitter 使ってください。じゃあ皆さん、読解も簡単ではないですねが、一人で困ってる人、特にコースビデオレッスン使ってください。 YouTube じゃ見られませんからね。はい、申し込んでくださいね。お待ちしてます。今日もありがとうございます。